RC 統合。こんにちは、どすです。じゃあ、マックス斉藤で。まず告知の方からさせてもらっていいですかね。ちょっとね、前回のショート動画から皆さん見てもらって分かると思うんですけれども、ラジコン統合ダンス部っていうのができましたんで、これからまた楽しみにしてください。もうちょこちょこダンスで上げていこうかなっていうふうに、ね、思ってて、まあクオリティの方はね、だんだん上がっていくと思いますんで、まあちょっと目をつぶってくださいっていうので、よろしくお願いいたします。で、今日なんですけれども、まあお二方に登場してもらったっていうことはまた魔改造のマシンなんですけれども、マシンの方の、まあ、軽い説明の方からいきますか。新コーナーですね。マット伊坂、マックス斉藤の SDGs のコーナー。SDGs、持続可能な、社会を目指そうと。そうですね。今ですね、全世界で頑張ってですね、活動をしている方もたくさんいると思うんですけども、その中でカーボンニュートラルっていう言葉があるんですが、わかりますか？よく分かってないですよね。カーボン、炭素って言っても二酸化炭素ですね。二酸化炭素の排出量をニュートラルっていうのはゼロにするんじゃなくて、出したものは吸収してトータルとしてゼロ、ニュートラル中立の状態にするっていうのがカーボンニュートラルですね。そういうことなんですね。はい。だからその中でですね、例えば車、電気自動車は排気ガスを出しませんっていうふうに言われてますが、実は電気自動車を充電するための電気は火力発電で発電しています。すると火力発電のところで二酸化炭素ですね、カーボンが発生してます。ということは電気自動車いくら走らしても発電のところでカーボン出していればニュートラルにはなります。わかりましたか？わかりました。ここまではいいですかね。SDGs でね、ちょっと今日伊坂さんの怪しいバッジ、丸いバッジがないんですけど、ね、ラジコンも今はほとんどが電動カーですね。だけど電動カーのバッテリーはどこから充電しているかというとコンセントから充電した電気はどこから来ているというと中電の火力発電所から来ています。今原発動いてないですからね。はい。でそこで、今回作ってきたこの車ですね、見てもらうと、はい、ここにエンジンがついてます。でエンジンに直結でこれモーターがついてるんです。モーターですか？これですね。はい、ここですね。これモーターというのは、逆にモーターを回すと発電機になります。あ、そうなの？はい。この辺の仕組みはハイブリッドと一緒で、ハイブリッドの排水ブレーキなんかと一緒で、もう駆動していたモーターを逆に下り坂とかでなるほど、回してやると、それが発電してその電気をまた戻すっていう、そういう仕組みはですね、また興味のある方はモーター発電機で、検索してもらうと分かると思います。はい。じゃあ、発電した電気で、このまま今これは直にですね、モーターにつながっています。ここで発電したものが、配線でこう来てこっちに来てますよね。簡単に言うと日産のノート e パワーがエンジンで発電した電気をエンジンでは車を駆動せずに、発電した電気でモーターを駆動してそれで動かしてるっていう、なるほど、その仕組みと、まあ基本的には一緒ですね。これも実を言えば途中にスパキャパシターとかバッテリーつけて ESC を使って制御すればできないこともないですけども、それだとバッテリーで走ってるのかエンジンで走ってるか分かんないんで、直接モーターエンジンで発電した電気で車が動くっていうところを証明したくて、こういう仕組みになってます。やばいですね。日産に喧嘩売ってますね。いやいや、日産の業績今ちょっと調子悪いですけどね。日産のそのeパワーって、あれ実は大昔1900年代ぐらい、第1回の世界グランプリみたいなのがフランスで行われた時に、電気自動車と蒸気自動車とガソリン自動車のレースだったんです。でその中の電気自動車でローナーポルシェ電気自動車っていうのが、ローナーポルシェ、ローナーポルシェ、ポルシェスポーツカーのポルシェの作った人のそのお父さん、フェルディナンド・ポルシェ博士が作ったのがそのローナーポルシェ電気自動車ですけど、そいつはエンジンで発電してホイールインモーターで走ってました。これもまた興味ある方は検索してもらえば出てくると思うんだけど、技術としてはもう100年以上前からある技術。あ、そんな古いんだこれ。そうです。
よね。多分ラジコンでやってる人はいないと思う。いやこんなの初めて見たよ。ね、ちょっとね山本さんこっちの方から映してもらって、でこれカーボンニュートラルっていうことで、まず説明しなくちゃいけない。これまずそうですね。燃ごめんなさい料。燃料がこれが植物由来の、これいつも斉藤さんが昔吸ってたやつじゃない。いや違う。違います。植物由来のアルコールにひまし油とかですね、はいはいサイクル潤滑用のオイルを混ぜて、あとちょっとですね、いろいろ添加しやすいように混ざってるんですけど、この辺は作り方っていうのはまたググってもらえば。そうですよね。今回は植物由来の燃料使ってみますよ。多分トウモロコシだったかサトウキビだったかなんかその辺のものを使ってます。なるほどなるほど。なのでごめんなさい、説明を前後しちゃいましたけど、この燃料を燃やせば当然 CO2 は出るんですが、植物なのでその植物を育てる時に植物が二酸化炭素を吸収して酸素を放出します。そこでカーボンニュートラルが成立するんですね。だからこの車を走らせても二酸化炭素の排出量としてはバーターだよね。ゼロだね。めっちゃ笑ってるけど、要は植物育てるときに植物に光合成をするんで、その過程でね二酸化炭素を酸素に変えるっていうプロセスが発生するんで、そこでバーターしてゼロにするっていうことですよね。なんかですよね。いつも動画見てる人は斉藤さんと私のやつはなんかバカなことやってるなと思われてるけど、実はちゃんと科学と物理にのっとって作ってます。伊坂さんはね。斉藤さんはタバコをよく吸うんでカーボンニュートラル関係ないです。温暖化に貢献してますので。一応ボディの方とかもちょっと撮っていただいて、これ斉藤さんが作ったボディなんですよね。シャーシはタミヤのミッドナイトパンプキンのシャーシですよね。それをちょっと前回8月18日だね、タミヤのやつにちょっとこれで走らせるのに作ろうと思ったんですが、もともとのシャーシだとホイールベースが短くてまず走らないと、それで言って伊坂さん見てもらったら伸ばしたら走るんじゃねえかっていう感じでホイールベースをちょっと長くしてあると。それでやったんですけど、そんなに走りはドリフトではあんまり走りはしなかったけども、なんとなくちょっとこれかっこいいなと。なるほど。その時に乗せてたボディのフロントのヘッドの部分だけなんですけども、前回はこれにもう1台2台つけて3個1のボディになってたのを今回エンジンむき出しということで後ろは取ってきました。でね、じゃあ実際にちょっと走らせてみたいと思いますんでね、そちらの方もねぜひとも楽しみにしてください。よろしくお願いします。はい、じゃあもうエンジンかけますね。これもいいパワーで、暴走族の車と一緒じゃないですか。音ばっかりで走らないっていう。これどうですか。あれどうしたこれはアクセルに反応しているのはエンジンだけ？いや一応モーターの回転数が変わるからですよね。モーターの回転数変わるからある程度加速はしてるんですが、効率がよくありません。熱伝導効率、熱交換効率っていうのかな、これは。熱交換じゃないですね。これ電気に変わって、でその電流値が足りない感じですね。だから回転上げてもそんなに電圧は多分上がってくるんだろうけど、電流が足りないんでモーターが思ったほど回っていかないから、もうちょい大きいモーターであればできること、ブラシレスの中に投入すればってことね。そういうこと。もう一回行きましょうか。せっかくかっこよい。意外と進むんですね。お、さあ。上回ってるけど。あれ？さっきより速いね。音ばっかりであんまり走んねえよ。ちょっと壊れたかもしれん。やばい。はい。
多分なんかどっか壊れてれば。はい、終わりました。お疲れ様です。お疲れ様ですはい、皆さんこの見ていただけたでしょうか。走りの方をね、こういう感じなんだっていうところが思いましたよね。まあ、実際日産の e パワーとかでも確か1500か2000回転でずっと一定に回ってるっていう風なんで、まあそれによってまあ発電をして貯めてるっていう風で、まあそれをね、ちょっと今回超える企画というところでやってみて感想はいかがでしたか？そもそもですね、これパンプキンのシャシそんな、540モーターでそんなにスピードは出ないようなんですが、思ったほどスピードが出なかったですね。やっぱりモーターを使って発電して、モーターを回す、やっぱりどっかにロスがあって、変換効率みたいなのがそれほど良くないのかな。今何パーぐらいですかね？何パーですけど、今 F1 のエンジンっていうのは1.6 リットルのターボの、V6 ターボの改正とあと熱交換の、っていうのが2つあって、それで 50% 超えてるんですよ、メルセデスのエンジンとかで。プリウスが大体 42% ぐらいっていうふうに言われてるんで、まあこれ何パーぐらいですかね。だからこのエンジンが12っていうエンジンなんです。この12エンジンで10分の1の車を走らせると、大体普通の23ターンのモーターとかの電動化より速いはずなんで、スピードからいくと 5% ぐらい。5% ぐらい、素晴らしい素晴らしい。メーカーじゃないね、個人がここまでやったっていうところでね、素晴らしいなっていうふうに思いますのでね、これによってね、日本の産業が発展してくれたらなっていうふうに思っております。これ見てくれてるですね、小学生とか中学生でこういう機械に興味のある方ですね、これから車ってどんどんこういう形になってきます。ガソリンだけで動く車っていうのは減っていくわね。最終的にはなくなると思いますね。その基本っていうのはこういう技術があるっていうのを分かってくれて、興味を持っていただけて、一生懸命勉強してもらって、日本の産業をこれから盛り上げていきたいですよね。はい、お願いします。わかりました。で、ということで今回は日産を超えましたという動画でしたね。ピーとか入れとかないと大丈夫ですか？はい、ありがとうございました。